Welcome to Healing Mose。はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。ご視聴いただきましてありがとうございます。いつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント等とても励みになっております。そして初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。心を込めて今週もまたリーディングをしていきます。今日は9月の25日月曜日から1週間の流れ、ウィークリーリーディングです。グランタブロープラスタロットで見ていきます。そしてそれとは別に赤ちゃんのこと、赤ちゃんの気持ちも見ていきますので、それぞれタイムスタンプのところから見てみてください。今日は見事なぐらいにブルーが全て揃ったんですけれども、左から1番、2番、3番です。はい、この中から直感でお選びください。本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは1番の方、リーディングをしていきたいと思います。まずあなたを表すカードがここにあります。そして意中のあの人、あなたがピンときたあの人がここにいるんですね。距離は決して遠くはない状況かなというふうに思っていて、そしてあなたのすぐ右隣にはハートがあるんですね。そしてハートと対角線上にはクローバーがあるので、今週恋愛のこと、あなたの心が幸せ、嬉しいって思うような出来事があるのかなっていう感じで、すごくときめきだったりとか、あなたに好意がある人だったり、出会いとか、恋愛全般で何か嬉しいことがあるのかなというふうにまずは感じています。そしてハートの次にヘビが出てきているので、複雑な状況の方だったり、秘密の恋の方とかもいるのかもしれないんだけれどもです。それでも今週は恋が守られてるっていう感じなんですね。小さな幸せがたくさんやってくるよみたいな形がまず出ているかなと。そして一つ気になったのが1番のあなたの健康状態が少し気になりました。ここに健康もそうだし、精神状態とかを表す木、その下に蛇があるので、嫉妬だったりとか、誰かの念みたいなもの、そういうものを受けやすかったりするのかなというふうに思っています。ライバルがいたり、何か敵からの、そういう、やっぱり気かな、気を受けやすい方で、今実際にちょっと体調悪いなとか、優れないなっていう風な方がもしかしたら多いのかもしれない、そういう風に思いました。ただね、すごいのがここに太陽と月がねダブルで出ている状況です。すごく嬉しい連絡とか金銭面の、喜び、あとはあの人とすごく深い関係で愛し合える、そういうことを言っているような気がします。で、今週の流れが木、怒り、鳥と無知、雲、木、あの人のカードで見ていくんですけれども、あな
なたがずっと待ってた連絡が来る、それがまず出てるかな。あとは少し忙しくなったりとか、するかもしれないんだけれども、あの人との関係が、今週新しい扉とか新しいステージに行くというふうに出てるので、やっぱり、あの人との関係が縮まったりとか前進したりとか、今のあなたの状況から一歩進むとか、一個階段を上がるっていうふうに思っていいのかもしれません。そして今あなた自身が、とても勉強したいとか、本を読みたいとか、なんか知識をつけたいとか、そういうことを言ってるような気がしていて、で、やっぱり今週あなたのすぐ横にハートとその下にクマが出てるので、お腹いっぱい愛情で満たされるような、そういう感じがしましたよ。いいんじゃないかな。気になるのが健康状態なんですよ。忙しいのかなとか、疲れがきちんと取れないのかなとか、そういうことが気になるっていうことが出ているんだけれども、じゃあもう少し具体的に見ていきましょう。まずはあなたの仕事のことから見ていきます。自分でお仕事をされている方、自営業の方、アルバイト、パートの方から見ていくんですけれども、忙しいな。とても忙しくて、打ち合わせとかですね、新しいお客さんとか、そういう人たちが増えてきたっていう風に出てるんですね。そして今あなた自身が何か新しいことをやろうとしてるのかな。そこに対して本当にこれでいいかなみたいな、ちょっとね悩んでいたりとか、まだ迷ってる部分っていうのがあるかもしれない。でももう水星逆行も終わったし、もういよいよ飛び立って大丈夫だよとか、あなたにはその知識があるし、次の扉に行こうっていう、そういう時期になっているから、新しい何かを始める、何かをスタートする、そういうことはバッチリいい状況なので、なんか運気が後押ししてくれるような、そういう感じです。そして今あなたが会社員、サラリーマンの方で見ていきますと、とってもね人間関係で悩んでるという風に出ていて、もしかしたら、ちょっとお休みしたいなとか、実際に会社を休んでいる休職中の人とか、もしかしたらいるかもしれませんね。で、これね無理をしなくていいって出ていて、実際に、新しい流れが来ると出ているので、あなたに新しい仕事を任されたりとか、新しい人が入ってきたりとか、新しい風がやってくるっていう風に出ているので、この今までドロドロしてたあなたの職場だったりとか、チームワークだったりとか、そういうものがすごく爽やかな風になっていくって出てるので、そういう意味ではとても風通しがいい、そういう、職場になっていくのかなというふうに出ています。はい、そして今週の金運が、ここはすごいいい、むちゃくちゃいいです。今週のあなたの金運なんですけれども、まずもともと大吉の金運財運を持ってらっしゃる方で、特に今週はなんかあなた自身の有名になる、人気者になるとか、プレゼントをもらえるとか、なんかねすごいいいんですよ。むちゃくちゃ今週の金運は超ミラクル大吉です。あとですね、非常にちょっとセクシャルなことも出てるのでお伝えします。今週あの人と深い関係になるとか、あの人と愛し合うとか、いやすっごく良さそうですね。もうとても相性のいい人と出会うっていう人もいるかもしれないんですけれども、もうとことんあの人と愛し合ってくださいっていう、そういう感じがしています。あとは、あの人自身が何か新しい環境に行く、引っ越しをする、転職をする、そういう感じが出ていますね。なんか、次のね、そう、あの人も新しい扉
に行くっていうふうに出てるんですよね。もしかしたらね、こうご主人の環境が変わってついていくとかいう人もいるかもしれないというふうに出ていて、であの人なんですけれども、すごくようやく落ち着いてくる、穏やかになってくるって出てるので、あの人の状況も良くなっていくのかなとか、長い目で見ていくのかなっていう、そういう感じがしています。心の癒しだったりとか繁栄っていうことが出てるので、安心できるかなというふうに出ていますよ。じゃあ今からセブンデイズの流れ、月火水木金土日でタロットと一緒に見ていきたいと思います。はい、それでは1番の方のセブンデイズ見ていきたいと思います。上がルノルマンカード、下がタロットカード、月曜日から日曜日までの流れとなります。まず、大吉の日からお伝えしますね。大吉の日があるので、まずここ月曜日、早速、25日の月曜日がルノルマンの木とコインの10が出てます。はっきり言ってすごいです。むちゃくちゃすごいです。これがまず大吉ですね。あと日曜日、この日10月1日、この日もあの人のカードと皇帝のカードが出ているので、あの人との関係がしっかりとつながれるとかですね。どっちかっていうと、その日はあの人主体で動く方がいいとか、あの人を王様のように、いわゆるあの人を尊重するっていう風な感じで過ごすととてもうまくいくっていう意味で、月曜日と日曜日がまず大吉です。まずこれが大吉。特に月曜日は金運とかものすごくいいですし、なんか健康運も良くなっていくような、そういう感じです。すごく健康と繁栄と金運がものすごくいいと出ている。これが月曜日です。そして吉、いいよっていう日、それはですね、ここですね、水曜日は鳥とソードのクイーンが出ているので、水曜日はあなたが何かいい情報を得たりとか、いい話を聞けたり、特に女性の人から何かそういう、お得な情報とか、なんか耳寄りな情報、ポジティブになる情報が入ってくるし、あと特になんか飲み会、ランチ会、なんかそういうのもとても盛り上がりそうとか、そういう風にも出ています。水曜日もいいですね。人間関係とかもいいのかなっていう感じが出ています。でそれで、じゃああとは、他の日なんですけれども、火曜日は怒りとカップの4が出ていて、ちょっと退屈だなとか、なんか飽きちゃったなみたいな感じが出てるかもしれないんだけれども、新しい風を取り入れながら、自分の中でパワーを作りながらやってみる。ちょっとね、マンネリ化が出てくるかなっていうのが火曜日です。そして木曜日は、この時はあなた自身が少し疲れているかもしれない。無知とソードのページが出てるんですけれども、ちょっと情報に惑わされてしまったりとか、確認ミスとか、そういうものがあるかもしれないので、きちんと調べてから動くとか、情報だけを鵜呑みにしないとか、あとあなた自身が疲れてる可能性があるよというふうに出ています。そして金曜日が雲、ルノルマンの雲とコインの7が出ているので、
なんとなくあなたの中で見通しが立たなかったりとか、頑張りたいんだけれどもきちんと自分がやりたいこと、どうしたらいいのかっていうのが少しわからなくなってしまうっていうのが金曜日かなと。でも土曜日にこちらキーのカードとソードの9が出てるので、なんか苦しみが終わる、悩んでいたことが解決できるというふうに出ているので、この木曜日金曜日あたりのイライラとか悩みっていうのが土曜日には解消できていって、そして日曜日にすごくいい運気になっていくのかなというふうに出ています。とってもね、月曜、やっぱそうね、もう両方いいです。月曜日と日曜日がものすごくいい時ですので、どうぞどうぞ楽しみにしていてください。逆にこの時はね、木曜日金曜日は焦らず、考えすぎず、疲れをしっかりとってあげてっていう感じでお伝えしたいなと思っています。はい、これが1番の方へのリーディングとなります。はい、それでは2番の方、リーディングをしていきたいと思います。まず2番のあなたのカードがここに出ています。そしてあの人から見た間違った、あなたから見たあの人が見てください。こんなにすぐ近くにいるんですね。とてもあなたとあの人が近くにいるとか、すごく会えているとか、そういう感じです。そしてまたあの人の上も木、花束っていう感じなので、2人の関係がとっても優しくて、お互いに思い合っている、そういうものが見えるんですね。で、あなたとお相手様は、ファーストカードが本というカードが出ていて、そしてあなたの、隣の隣に蛇というカードも出ているので、もしかしたら、複雑な関係だったり、あとはハートの上に山、時間をかけていくというカードが出ているので、非常に時間がかかる恋とか、障害が多い恋とか、ライバルがいる人っていうのがもしかしたら多いかもしれない。でもあなたとお相手様はもうね、2人だけの世界なんですよ。もしライバルがいるかもしれない、もし何かね、誰かっていう人がいるかもしれないんだけれども、なんかこの人はあなたとお相手様からすると蚊帳の外なんですよね。なのでなんかいくら時間がかかるとかね、そういう辛さあるかもしれないけれども、お二人はなんかつながってるよね、愛し合ってるよねっていうことがとても出ているような気がします。そして今週の流れを見てみると、遠くから連絡が来るとか、久しぶりの連絡があるとか、海外から荷物が届くとか、なんかそういう感じ。あとは旅行とか、外国国内、そういうことも含めて出張とか、そういうことも含めて環境が変わるとか、そういう準備をする、引っ越しの準備とかも含めてする人がいるのかなっていう感じがしていて、なんか家の大掃除とかですね、いらないものを片付けるとか、なんかすごくね、今週すっきりするっていう感じが出ています。かなりダイエットを例えばしたいなと思っている方は、スリムになれるとか、そういうことも出ているので、不要品がなくなって、すごくあなた自身の心とか体とか、
住んでる家とか、そういうところがなんかスリム化しそうというか、そういうのが出てるのかなと思っています。で1個だけ気をつけてねっていうのが、ここにファーストカードに本が出ていて、一番ラストのカードに鎌が出てるんですよね。こう秘密のこととかがこう暴露されるとか、秘密がバレるっていう可能性もあるかもしれないので、複雑な恋愛の方はこれがバレたくないとか、そういうのがある方は、ちょっと気をつける、いつもよりも気をつけるっていうことの方がいいかもしれないですね。あとはじゃあもうちょっと具体的に見ていきたいと思います。はい、まずは今週お仕事のこと、ちょっと恋愛のことから見ていくと、すごくあなたがなんかね、この恋諦めたくないとか頑張りたいとか、ものすごくそういう気持ちが見えるんですよ。で今週はあなたとお相手様の間で若干の不信感みたいなものが出てくる可能性もあるかもしれない。でもそこはあなたとお相手様の中の信頼関係がきちんと回復していけるかなと思ってるので、このなんかモヤモヤっとしたものは、払拭できるかなというふうに思っています。じゃあ2番の方の今自分で仕事をしているとか、アルバイトパートの方から見ていきましょう。はい、かなりねちょっとハードなカードが出ました。というのも、今までは案外お客さんが来るとか、お客さんが増えるとか、なんかどんどん楽しい感じ、広がっていく感じがすごくあったのかなと思うんですけれども、今何か大きな壁に当たってるような感じ、今は踏ん張り時というか忍耐の時というふうに出ています。で今週はまだこの忍耐の山が越えるっていうよりは、今週は本当に我慢っていう感じで、なんかすごく不安感が大きく出てきたりとか、回転休業状態、そういう時もあるかもしれない。でもですね、仕事の流れを見てると、こういう辛い、なんか動かないよみたいな、そういうことがあったとしても、その後はまたきちんといろいろ依頼が来たりとか、お客さんが増えたりというふうに出ているので、長い目で見ていくように、なんか今日は明日は今週はとかじゃなくって、もう少し長い目で見たら大丈夫っていうことがお伝えできるかなと思っています。そしてあなたがサラリーマン、会社員の方見ていきたいと思います。なかなかいいですね。環境が変わった方とか、新しい部署に行った人、新しい仕事が増えた人、副業などをしている人がいるのかなという感じで、かなり忙しそうな感じです。で今週はあなた自身がとてもゆっくりとした感じで、職場になんかね好きな人がいるのかなとか、そういう風にも出てるんですけれども、ロマンスとか職場の中であなたの人気運が上がったり、あの人に任しとけば大丈夫みたいな、そういうものが出ているので、仕事が非常にスムーズにやりやすいのかなと。そして対女性に対してよりあなたの人気が上がっていくような感じがするので、あなたの美しさとかセンスの良さとか直感力とか、ぜひ活かしていただきたいなというふうに出ています。はい、そして今週の金運なんですけれども、はい、いいですね。なんかいろいろな情報が入ってきたというふうに出ています。
なんかこういうのいいなとか、今すごく円安だし金も高いからね、なんか今何かするのって案外難しかったりはするんだけれども、でもいろんな情報が入ってきているような気がする。でもこれってフェイクの情報も入ってきているので、いいのとそうじゃないのをきちんと確認をしていた方がいいと思います。ただ水星逆行が終わったので、大きな買い物とかいろいろ動き出すことっていうのはおすすめできます。そして今後なんですけれども、長期的な視点で何かを預けるとか何かを買うとか、そういうものは良さそうなんですね。もしかしたら人によってはマイホームが欲しいっていう方もいらっしゃるかもしれない。そういう人生とお金をなんか長く使う、そういうものに使う人もいると出てるので、ハイブランドな買い物とかする方もいらっしゃるのかなと、いい買い物ができそうな気がしています。はい、今週金運とてもいいです。じゃあ今から月火水木金土日でセブンデイズの流れをタロットと一緒に見ていきたいと思います。2番の方の1週間リーディングしていきたいと思います。上がルノルマンカード、下がタロットカードなんですね。でまずこれ気をつけてねって思ったのが、月曜日に本とタロットのタワーが出てるんですよ。これは秘密がなんかアクシデントによってバレてしまうとか、何か月曜日はトラブル、予期せぬトラブルっていう可能性があるから、月曜日はとにかく時間に余裕を持って、そして秘密の恋をしている人は特に、これ本というのは文字を表すので LINE とかメールとかそういうのを特に気をつけていてください。そして秘密の恋をしていない方でもメールの例えば仕事面で送り間違えとかですね、少しコミュニケーションがうまくいかなかったりっていう可能性があるので、とにかく月曜日は慌てない、時間に余裕を持つ、それをおすすめしたいです。あとは先に今週気をつけるところからお伝えすると、土曜日と日曜日もそうなんですよ。ネズミとタロットの月が出ていて、これはネズミというのはストレスとか、あとお金を使ってしまうという意味もあるんですけれども、あなた自身が何か落とし物を例えばする、そういうこともあるし、暴飲暴食、なんかストレスとか不安、三角関係から、例えば暴飲暴食をしちゃったりとか、いろいろ買い物をしすぎてしまったりっていう可能性があるのが土曜日。そして日曜日はこれ吉居混合なんですよ。人によってはすっきりするっていう日だし、人によっては情報で振り回されてしまうって出てるので、なので日曜日はいろいろな話が来たりお誘いがあったりとかするかもしれないけれども、確認をして進める。あとはいらないものがなくなってすっきりするっていう意味もあるので、そういう意味ではこの2番の方は臨機応変に日曜日を過ごしていただきたいなというふうに思っています。でじゃあ今度は次火曜日は手紙と吊るされた男が出ているので、なんか周りの人から例えばよく頑張ってるよねとか、そういうなんていうのかな、
こう自尊心がちょっとこうゆったりするような、嬉しいなって思うような出来事があるのかなと。そして水曜日が一番こうキラキラしています。船とプールが出てるので、旅行とか引っ越しとか、なんかそういうのであなた自身がとてもこう新しいあなたになるというか、そういうのが出ています。もうあなたの個性を大切にしてくださいと、あなたが思うようにしていいんだよっていう風に出ています。木曜日は無知とコインの6が出ているので、あなた自身がすごくこう優しかったりとか、こう皆さんに対して笑顔でいるとか、そういう感じがするんですよね。なのでいやいや頑張りすぎなくていいよと、こうみんなに対して笑顔でいるっていうこともそもそも無理なことなので、頑張りすぎなくていいよ、自分をそんなに追い詰めないでっていう風な感じが出ています。金曜日は家のカードとごめんなさい、これはコインの7ですねが出てるので、あなた自身が家のこととか、ご実家のこと、あとあなたがこう安心してすごく過ごす場所、不動産だったりとか、ふるさとっていう意味もあるんですけれども、そこに対してもう一回頑張ってみようかみたいな、なんかあなた自身が振り返った上でもう一回頑張ってみたいっていう原点に立つような、そういう一日になるような感じです。そして先ほどお伝えした土曜日日曜日っていう感じなので、特にねこう一番気をつけていただきたいのが月曜日なんですけれども、土日も、あなた自身がこうストレス、受けすぎないようにとか、こういろいろこれどっちかって言ったら見えない敵なんですよね。見える敵じゃなくて、なので想像から妄想に行き過ぎないようにとか、そういうことも取り入れながら過ごしていただければいいかなと思っています。今のところね、火曜日水曜日はいいのかな、吉という日々になるかと思います。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、じゃあ3番の方リーディングをしていきたいと思います。まず、これすごいと思ったのが、まずあなたのカードがここです。そしてあの人がここなんですけれども、キーというとても素敵なカードでつながっている2人です。そしてまたすごいのが、あの人の横に太陽、あなたの横に星、もう2人とも天体カードでつながっているんですね。そして私は今回ここを前世過去世として読んだんですけれども、この過去世でご縁があっただろうと思われる十字架、恋愛のカード、そして祖先とか、すごく長い時を表すカードと一緒に出ているので、お二人が過去世からつながっていて、そして今もとても幸せな、状況で、もしかしたら複雑な関係の人いるかもしれないんだけれども、未来は明るいよと出てるので、かなりすごいですよね。そしてですね、ここの角に太陽、そして左の角が月、ここがまた太陽と月がつながっているので、もうちょっと3番の方、今週すごくミラクル、特にミラクルなんじゃないかと思っています。今週の流れを見てみると、ネズミ、ユリ、コウノトリ、子供、クマ、ハート、ワンちゃんが出ていて、なんか心配事がね消え去っていくような、
深い愛情で結ばれていくような、そういうものが出ているんですね。特に今週の恋愛の流れというのが、ハートの上にあなたがいて、星とワンちゃんが一緒に出ているので、もう、こう相思相愛とか、もし出会いを求めている人はとても素晴らしい人に出会えたりとか、仲直りができたりとか、そういう感じが見えています。なんかね、いやいや明るいですね。とってもとってもいいカードが出ています。じゃああなたを中心に見ても、なんかもう本当にポジティブなカードでしか囲まれていないんですよね。未来は明るい、動き出すとか、旅行とか引っ越しとかもうすごく大吉だし、恋愛の今何か悩んでいることがあったとしても、きちんとあの人と解決できるって出てるんですよね。お互いにお互いのその扉をお互いに合鍵を持っているような、そういう感じで、すごく通過というか、そういう感じもするし、いやー素晴らしい、明るいです。じゃあもうちょっと具体的に見ていきます。まずご自分でお仕事をされている方、パート、アルバイトの方から見ていくんですけど、すごいんだよね。今3番の方がされているお仕事はもうね、転職、もうものすごく向いてると思う。ものすごく向いてると思う。でこの船の後、続くのがこのね、山というカードになって、何かもうちょっと一工夫必要だったりとか、忍耐が必要になるかもしれないんだけど、あなたの人気は衰えないで出てるんですよ。とっても3番の方って忍耐強くって頑張り屋さんなんだと思う。もうなんか素晴らしい方々に囲まれていたりとか、本当に楽しいのが仕事になってるような、そんな感じがします。いいと思います。そしてあなたが3番の方が会社員、サラリーマンの方であれば、今ね、ネズミと山に囲まれているので、とても忙しくてちょっと体がボロボロかもしれないなとか、すごくストレス、なんか疲れすぎてて免疫が落ちてしまったりとか、眠れなかったりとかね、そういう感じがします。でも今後の流れを見てみると、特に年上の人とか、あとは再就職の方とか、そういう方との人間関係とかがいいですし、いろんなことを教えてもらえそうというふうに出ています。すごく今週は吸収ができたりとか、あとは人との出会い、いろいろなセミナーに行くとか勉強会に行くっていうのもいいし、そこでまた仕事のことを見ているんだけれども、輪が広がっていきそうというふうに出ています。今週は仕事の中でもそうなんだけれども、とにかく人間関係が広がっていくよと、広げていっていいよというのが出ています。今週の金運のことが、ここに魚があってコウノトリ、蛇が出てるんだけれども、蛇というのは敵だったりライバルだったりもするんですよね。いい意味もあるんだけれども、ネガティブな意味もある。でもここにコウノトリが出てるから、コウノトリがこの蛇の悪い部分を消し去ってくれるんですね。そして非常にあなたが知的で賢い資産運用とかができていくのかなと、そういう知恵とかが生まれるというふうに出ています。もともと興味があっていろいろ勉強とかされていたのかなと、
それがようやく動き出せる、そういう時期になっているような気がします。でただここにムチとリングが出ているので、何か契約をする、そういうことがあると細かいところまで確認をして契約をするようにっていう感じで、特に書類とかそういうところはパンって印鑑を押すんじゃなく、きちんと細かいところまで読むとか、そういうことが大切ですというふうに出ています。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒に1週間の流れ見ていきたいと思います。はい、それでは3番の方の1週間リーディング 7days の流れ見ていきたいと思います。上がルノルマンカード、下がタロットカードです。まずここ気をつけてねっていうのがですね、ここです。土曜日にルノルマンのハートとタロットのタワーが出たんです。これが、よく言えばですよ、よく言えば本当に電撃的な一目惚れとか、もう信じられないぐらい嬉しい喜びがあるというふうにも取れるんですよ。本当にそういう取り方もできるんだけれども、逆にうまくいっている人は予期せぬトラブルとか予期せぬ喧嘩とか、そういうことに気をつけてくださいねっていうのが土曜日です。なので土曜日はなんかすっごい驚くほどの大吉になるかもしれないし、もしかしたら第一印象がものすごく最悪なんだけれども、すごく後々すごいいい出会いになっていくとか、つながっていくっていう可能性もある。とにかくあなたのところに稲妻がバーンってくるような、そういう感じが出ているので、土曜日というのは何があっても大丈夫みたいな感じで心の余裕を持ちながらとにかく過ごすことをおすすめしたいです。まずこれがね土曜日です。そして、で月曜日がここがネズミ、ルノルマンのネズミと女帝のカードが出ていて、月曜日はあなたが少し外見が例えば疲れてしまったりとか、ちょっとクマが気になるとか、なんかいろいろなあなた自身の美しさ、そういうものに疲れとかが出てくる可能性があるので、日曜日の夜はしっかり眠って、月曜日本当に元気に過ごすっていうことをまずおすすめしたいなって感じです。自分のネガティブな部分に目がいっちゃったりするかも。なんか白髪がとかね、なんか皮膚がとか、そういうのがあるかもしれないので、サプリだったりいろいろな注射とかビタミン C とかなんか取れるものを取るっていうのもいいのかなと思っています。で火曜日はねすっごくいいんですよ。ユリのカードとコインの9が出てるので、大きなご褒美がやってくるとか、今まで頑張ってきたことを何か受け取る、報酬とか、形のあるものかな、それを受け取る日というふうに出てるのが火曜日です。そして水曜日は環境が変わる人、旅行に行く人いるかもしれないんだけれども、あなた自身が本当に大丈夫かなとか、やっていけるかなとか、そういう不安が大きくなりそうです。そして赤ちゃんを望んでる人、この月、タロットの月、あとコウノトリもそうなんですけれども、赤ちゃんを表すカードでもありますので、ポジティブに考えていただいてもいいのかなと思っています。木曜日が子供のカードとコインのナイトが出ているので、あなた自身のキラキラした気持ちとか、
昔からやりたかったこととか、そういうのをぜひ思い出してほしいなと。そしてあなたが何か初心としてやり始めるのもいいですし、新しい始まりが何か出てくるかもしれませんので、趣味とかお仕事、復職、年下の誰かとの出会い、そういうのもあるかもしれません。あと金曜日はクマとコインの3が出ているので、これはアルバイトだったり、復職だったり、あとは何か懸賞が当たるとか、プレゼントとか、そういうものをもらえたり、あとはいいレストランに行けたりとか、美味しい時間、幸せな時間を過ごせたりという可能性もありそうです。土曜日は先ほどお伝えしたようなすっごい驚くようなことがあるかもしれないけれども、人によっては喧嘩、人によっては一目惚れっていう可能性もあるので、とにかく心に余裕を持って過ごしてください。あと日曜日がですね、ワンちゃんのカードとソードの3のカードが出ているので、これね誤解になるかもしれないんだけれども、何か親しい人となんか信頼していたのにとか、そういう近い友達との少しすれ違いっていうものがあるかもしれないので、もしかしたら日曜日は誤解が取れない感じになるかもしれないんだけれども、焦らずに、お相手様というかね、その友達との誤解がないかとか、そういうこととかも確認した方がいいのかなというふうに思いました。はい、これが3番の方へのリーディングです。はい、じゃあ1番の方の赤ちゃんのこと見ていきたいと思います。まずあなたがここにいて、ご主人がここにいます。距離はね決して離れていない状況で、ご主人がちょうど今環境が変わる時だったのかなっていう感じがしていて、なんか新しいところに飛び込んでいくって感じがするんですね。で、今週以降ようやく、ご主人がほっとするような穏やかな時間がもたらされていくのかなというふうに出ています。じゃあ1番のあなたはっていうと、今すごくいろいろ勉強していたりとか、なんか実家に例えば帰っていたりとか、ご両親のことがすごく気になっていたりとか、なんかそういう忙しかったというか、いろいろ行ったり来たりしてた部分があるように見えました。で、今少し落ち着いてきたのかなというふうに出ていて、であなた自身がすごく今週は愛がものすごく満たされるというふうに出てるので、ご主人との関係も幸せで穏やかな感じになりそうなんですね。で、実際に赤ちゃんはここにいるんですけれども、あなたとも道が、これ道というカードなんですけど、つながってるんですよね。あなたともつながっていて、ご主人とも船と、コウノトリとキートっていう風な感じが出てるので、ご主人ともなかなか近い距離感にいるので、まず赤ちゃんは特にあなたとより近いところにまずいるのかなと思っています。で、今はお空の上のなんか赤ちゃんの人間界というか赤ちゃんの世界で、お空の上でいろいろ今楽しんでるように見えるんですよ。で、赤ちゃんが少し遊びすぎていて、今ちょっと疲れちゃったのみたいな感じが見えています。すごく元気で動き回るような、そういう感じの、赤ちゃんかなっていう風な感じが出ていて、でようやく
赤ちゃんがこう前に向いていくからねみたいな、こうママたちのところに行くからねっていう風な感じで、すごくこうあなたとご主人の方向に行こうとしている、右が未来を表すので、なので赤ちゃんは旅立とうとしている、動き出そうとしているという風に出ているので、もうそろそろ赤ちゃんはじゃあ行こっかなみたいな感じで思っているような、そういう感じがしています。なので、私は、特に今週はここハートとクローバーというお守りとか、愛情の上で幸せな出来事があるというふうに出ているので、もうなんかご主人と幸せな時間を過ごして赤ちゃんを待っているっていう感じで、もう全然いいかと思っています。なのでもう赤ちゃんが遊び疲れて、じゃあパパとママのところに行くからねみたいな、そういう気持ちが見えました。どうぞ赤ちゃんのことのんびりと待ってあげてください。はい、以上となります。はい、じゃあ2番の方の赤ちゃんのリーディングしていきたいと思います。まずあなたがここにいます。そしてご主人がここにいて、とっても仲がいいご夫婦なのかなというふうに見えています。そしてですね、赤ちゃんがここにいるんですけれども、赤ちゃんがすごいことに太陽と星に囲まれているんですね。赤ちゃんが、あとクローバーにも囲まれている。過去が雲っていうカードが出ていて、赤ちゃんがすごくこう弱かったような気がするんです。なんかこう行きたい、ママのところに行きたいっていう気持ちはあるんだけれども、なんかこうパワーが弱かったりとか、こう行きたくてもなんかこう道が途中で消えてしまっていたりとか、そういう感じでなかなかママのところまでたどり着かないっていう方も、赤ちゃんもいたかもしれないし、赤ちゃんがたどり着いたんだけれども一旦お空に戻ってしまったっていう子もいるかもしれない。でも今この赤ちゃんはすごく元気なんですよ。どうしてかっていうと、なんか今2番の方って漢方か何か飲んでますか？その漢方がすごく赤ちゃんにいいみたいなんですよ。エネルギーというかね、こう来やすくなる、そういうものがあって、あと赤ちゃんがお守りを持ってるような、そういう感じがするので、なんかこれがあるから大丈夫みたいな、ママのところ行けるんだみたいな、なんかそういうものがとても強いし、すごく目的意識がとてもこう強い赤ちゃん、なんか負けないみたいな、絶対に行くんだっていうのが赤ちゃん、この右側っていうのが未来を表すので、太陽という大吉のカードが出てるんですよね。なので、この赤ちゃんはとてもいわゆるこう底力があるというか、強運、運が強い赤ちゃんかなというふうに出ています。なので、こうエネルギーがとても強いし、赤ちゃん自身もお守りがあるというのもあるので、なんか本当にこの赤ちゃんは近いうちにかなり来てくれるじゃないかなと思うんですね。で、あなたは今の2番の方の精神状態とか、例えば今いろいろ人と会ったりとかですね、そういうのもすごくいいと思うし、バランスがとにかく保たれてるんですよね。きちんと
自分自身を整えてるっていう感じがするので、そういう意味では、ご主人との関係もいいし、赤ちゃんももう本当にね、すぐもう来ようとしてくれているので、可能性はとっても高いと思う。今週いろいろな、あとは、あなたの中のデトックスですね。いらないものデトックスをするっていうのもすごくいいし、実際に家の中にあるいろいろなものを捨てる、すっきりするっていうのも赤ちゃんだけではないんですけれども、運気がいい方向、開運に向かっていくのかなというふうにも出ています。はい、なんかね、すごく強い赤ちゃんというふうに出ているので、安心できるかなという感じです。はい、これが2番の方へのリーディングです。はい、じゃあ3番の方の赤ちゃんのことを見ていきたいと思います。まずあなたがご主人がとっても仲がいいお二人だと思います。ご主人の隣には太陽、なんか男の子を望んでいるのかなみたいな。そしてあなたの横には星が出ていて、もしかしたら近々ご主人と遠出をする、旅行に行く、引っ越しをする、環境を変える、そういう方もいるかもしれません。そういう旅行に行ったりすることも、なんかお二人の仲をより良くしてくれるものになると出ています。で、赤ちゃんがここにいるんですけれども、とても3番のあなたと距離が近いんですよね。そしてあなた自身はもう過去の段階からいつ来ても赤ちゃんがいいみたいな、そういう健康状態、精神状態、穏やかな感じがすごく見えていて、で赤ちゃんもママのところ居心地いいから早く行きたいみたいな、そういう気持ちがすごくあります。もうなんていうのかな、ネガティブなのがほとんど見えないかな。ちょっと待ってくださいね。赤ちゃんが言ってることもうなんかそのままのパパでいてママでいてっていうマイペースさ、それを求めているので、もう今の状態でいいんですよね。そしてあなた自身の健康に対する心構えとか、今の体の状態っていうのもすこぶる健康ですし、何かお腹の中に赤ちゃんが来たとしても育てていく力とか穏やかさとか、そういう育っていく力がしっかりあるというふうに出ています。で、赤ちゃんはこれからどんどん元気になるとか、愛情を欲するっていうふうに出ているので、よりこのあなたとの距離が近くなっていく、早くもっとママに会いたいみたいな形になった時にもうドンとくるような、そんな感じがしているので、これは本当にもういつ赤ちゃんが来てももうおかしくないよねって感じなんですよ。ご主人との関係もいいし、あなた自身の3番の方の状況もいいし、赤ちゃんの環境もいいしということで、もうなんかね、つながっているかな、すごく。で、ここにね、太陽と月、いわゆるお父さんとお母さんのカードも、ね、こういう斜めの部分で出てるので、やっぱりご縁をすごく感じるなというのも出ているので、なんか今のままでいいよって言われてもって思うかもしれないんですけれども、ご旅行に行ったりドライブに行ったり、そういうこともいいような気がするので、そういうことを楽しみながら赤ちゃんのことを待ってあげていただけたらと思っています。はい、これが3番の方へのリーディングです。